皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally のふみです。今日は特別なゲストの方に来ていただきました。Japanese with しゅんのしゅんさんです。こんはい。にちは。こんにちは。はじめましはて。じめまして。い今日はやよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、楽しみにしていました。ありがとうございます。じゃあ最はーい。初に軽く自己紹介してもらってもいいですか？はい。Japanese with Shun という YouTube のチャンネルと、ポッドキャスト、あと、インスタグラムもやっています。で、最近、あと日本語を勉強するための日本語のブートキャンプも作っています。はい。よろはい。しくお願いしよろします。くお願いします。そう、実はうん。そのブートキャンプのことが聞きたくて、私がしゅんさんに、連絡を取ったんですが、ははい。い。今日の話題は結婚についてです。はい。はい。おー、いいですね。はい。う実ん。はコメントで、その方は、逃げ恥というドラマを見ている。おあ、見ているんじゃなくて、そのスクリプトで、ー。うん。勉強しているそうです。あ、あの、いいですね。はい。うん。逃げるは恥だが役に立つですよね。そう。はい。ちょっと見ましたか？だけ説明させてもらいます。それ見ました、今回。ああー、そうなんですね。すそのごい。時は見うん。てなかったんですよ。はいはいはい。あれ、2017年のドラマなので、うん。17年だったかな。ちょっと内容が古くて面白かったです。僕まだ実は見たことがないので。うん。じゃあ、ちょっとうん。軽く説明すると、はい。あれは契約結婚みたいな話でした。あの、ああ、はいはい。就職に失敗した主人公の女の子が、代わりに、就職するかのように、ある男性のうちで、働き始めるんです。うん。だから、見た目としては結婚という形をとってるんですけど、とっていて、うん。女性が家事を全部やります。で、それに対して男性がお金を払うんですね。うーん。うん。うん。うで、ん。もちろん、親とかの手前、うん。結婚したっていうふうに、偽装してます。でも、なるほどね。うん、本うん。うん。当は結婚しましたっていう、ああいう、届け出を市役所とかに出すんですけど、それをしていない状態で、うん。一緒に住んでるんですよね。へっていうドラマがあって、で、そのドラマは、例えばその男女間での家事の分担、誰が何をやるかとか、あと、その専業主婦っていうのは、うん。外でお仕事をしていない主婦の人が、その家でやった家事にお金は払われなくていいのかっていうことを言っているドラマだったと思います。うーん、なるほど。はい。面白い。面面白かっ白いトピック。たです。うん。はい。で、そう、それでそのコメントはですね、それを見て、勉強うん。していると。で、日本人のはい。その結婚に対しての考え方を知りたいですっていうものでした。うん。うん。うん。多分そのドラマの結婚の形がすごく特別だったから、うん。うん。何が本当なのかなって知りたかったのかもしれないなってなるほど。思いました。うん。うーん。で、しゅんさんは、奥さんがチリの方ですよね。はい、そうですね。うん。いつ結婚されました？えっと、いつだっけ？一年、一年半ぐらい前ですね。うおお、ん。一うんう年半ん、前ぐらいに結婚しました。うん。1年半前。そう、そうです。はい。はい。う1年ん。半前。なんかその、はい。結婚の時に、うん。なんか考え方の違いみたいのって感じました？うんうん。しゅんさんが結婚に対してこはい。う思っていたことと、はい。その奥さんが結婚に対して考えていたこと。ああ、なるほど。いや、同じだったと思います。同じだった。うん。結うん。婚に対する考え方はすごく似ていたと思いますね。うんうんうん。でも、僕が多分、うん。僕の考え方は、はい。ちょっと日本人の
考え方と多分違うと思うので、うん。うん、参考になるかな。うん。参考になると参考に思います。なるかどうかわからないんですけど、はい。僕は、その時、結婚する前は、えっと、結婚はしなくてもいいと思ってましたね。はあ、そうですか。はい。うん。うん。で、今の妻も、うん。うん、まあ、結婚しなくても、うん。しても、うん。うん、付き合っているのと同じじゃないっていう考え方で同じでした。じゃあ、うん。逆になぜそれなのに結婚うん。したんですか？なんかね、いろいろあるんですけど、はい。まあ、一番最初はうん。ビザの問題ですね。ああ、なるほど。そう。日本のビザの問題があるじゃないですか。はい。で、この時、まあ今の妻うん。は学生ビザだったんですけど、はい。学生ビザはもうすぐ終わるね。うー次、ん。どうしようかって話をしていて、なんかいろいろなビザの選択肢を探していたんですけど、まあ一番いいのが、良さそうなのが、結婚のビザ。なるほど。そうそう。で、あ、そっか、じゃあまあ結婚してもうん。別に今とあまり変わらないし、うん、結婚してみよう、どうか考えてみようかっていうのが、まあきっかけですね。うん。きっかけは。うん。うん。でも、はい。そこから僕たち二人の結婚の考え方がすごい変わりました。はあ、どういうふうだからに？最初のきっかけは、はい。まあビザうん。だったんですけど、今は、なんだろその、結婚のことを真剣にうん。考え始めてから、はい。なんかいろいろ考えて、はい。あ、結婚したら、まず家族が増えるなって思いましたね。うんうんうん。うん。その、子供と妻の家族か。も僕の家族ああ、みたいになるし、はい。僕の家族もうん。妻の家族みたいになるうん。うし、多ん。分日本では、結婚したら、例えば、その相手のうん。家族も自分のことを家族としてはい。見てくれる。家族として扱ってくれますよね。はい。うん。それはすごく違うな、大きいなって思いました。だから本当に、あ、家族になるんだなっていうふうに感じましたね。うん。それはいいことですか？いい意味で、いい意味で、はい。うんうんで、なんか、うんうん。うーん、そう、今の奥さんとずっと一緒にいたいって思っていたけど、はい。付き合っているのと結婚しているのって同じだって思っていたんですけど、結婚してみたら、うん。まあ、結婚について真剣に結婚についてうん。考え始めてみたら、なんか、それはね、ちょっと感情的な問題というか、はい。あの、精神的に、感情うん。的に、うん。ちょっと、本当に深いなって思いましたね。全然確違うなって思いかに、ました。責任とか。そう、責そ任出てきますね。で、う。うん。確かに今おっしゃった通り、しゅんさんが、うん。ただ付き合ってる時と結婚するのと、じゃあうん。確かに例えば両親とかうん。の、その相手に対する態度がうん。やっぱり違いますよね。うん。態度が違うんじゃないな。なんだろう。やっぱり例えば私だったら、うん。もう娘が21なので、はいはい。まあ10年以内に結婚する可能性は十分あるうん。かなと思うん。うんです。うん。うで、そん。の時に、その相手の男の子と、ただ付き合ってる時だけの男の子うん。と、結婚相手となった男の子では、多分私の、その、彼に対する考え方が変わりますね。そうですよね。うん、付き合ってると別れる可能性がうん。十分普通にあるけれどうん。も、結婚すると、すなんだろう、もうちょっと、一応一緒に
一緒にいますよっていううん。約束じゃないですか。うん。まあ、もちろん別れることもありますけど。うん。だから、なんでしょうね。私も彼のことを大事にまあそうですようん、しね。ますし。うん。あとなんか問題があった時に、うん。その、まあ、結婚してたら多分もう一緒に解決しようってもっとなりますよね。なると思いうん。ます。うん。そう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 。問題があったら解決しようっていう考え方。はい。だけど、付き合っている時は、私はこうだから、僕はこうだから、うん。うん、意見が違うから別れよう。あなんかその考あ、え方も違うかなって、うんうんうん。はい、なるほど。思いましたね。そう、だから、うん、あとなんかはい。気持ち的に結婚のことを考えたら、もっとうん。二人の関係が良くなりました。もっと。おお、もっとうん。良くなった。うん。結婚してもっと良くなりましたね。うんうんうん。はい。だからもう、うん。あ、これ、なんか、そうさっきもふみさんが言っていたみたいに、うん。付き合っているときは、僕の人生、あなたの人生で別れていたけど、結婚したら私たちの人生うになるかん。ら、うん。うん。だからもっと、これからずっと一緒にいるんだっていう感じになうん。りました。から、うん。そう。だから本当に、僕も妻のことをもう家族。うん。前までは彼女だったけど、うん。家族っていああ。うふうに、うん、感じるようになりましたね。うんうんうん。あと、じゃあ質問なんですけど、うん。はい。結婚式はしましたか？僕たちは結うん。婚式はうん。しませんでした。はい。ただ、結なんか、フォトウェディングって聞いたことありますか？写真撮るやつですか？そう。結婚式の写真を撮るんではい。すけど、はい。でも、ウェディングドレスを着て、ええええええ。でも結婚式みたいでしたね。あ、どういうところがですか？なんかもう、ウェディングフォト、まあ、奥さんの、はい。僕の妻の、ウェディングドレスを着た姿を見て、はい。で、そあ、で、の、フォトウェディングの時に、妻の家族も日本に来てくれて、で、僕の家族も一緒に、その写真を撮ってる時に、あずっと一緒にあ、いたので、なるほど。そう、ずっとおめでとうおめでとうって言ってもらって、うんうんうん。だから本当に、まあ、家族だけの結婚式みたいな雰囲気うん。でしたね。確うん。かにそうですね。あ、フォトウェディンそグって家族の人もみんな来てう。うん。撮るんではい。すね。どうなんですかね。なんか、うん。多分フォトウェディングのうん。会社によると思うん夜。ですけど。うん。はい。そう。でもなんかもう雰囲気は本当に普通の うん。普通の結婚式で、その後、家族と、うん。僕の家族と妻の家族と一緒に、晩ご飯を食べて、ホテルで。はい。はい。で、そこでも祝って。うん。うん。だから本当に、なんか結婚式も行ったことあるんですけど、はい。まあ結婚式みたいでした。ああ、なるほうん。ど。あ、その、行った結婚式はどういう結婚式だったんですか？友達とか、僕のうん。妹、はい。弟の結婚式とかですね。それは、いわゆる普通の結婚式ですか？もう日本の普通の結婚式です。ま最あ、初に。和式、洋式ありまはい。すよね。なんか、ウェディングドレスを着るか、うん。着物を着るか。はい。うん。で、じゃあ、その後、披露宴披露宴。があって、みんなはい。でご飯を食べて、そちょっといろんな人が踊ったり歌を歌う。うそうです、人がいたそうです。りして、はい。うんうんうん。そなるほど。う。はい。そうなんですよ。うん。ふみさんどうでした？あ、どうですか？うん。私、もう結構前なんですけど、あの、私、会費制みたいのでやったんですよ。回避制。そう、普通うん。の結婚式って、参加者が一人3万円とかくれはいはいはい。るじゃないですか。はいはいはい。だいたい日本のってそうなんでうん。すよね。ご祝儀。うそう、ごん。あげなき祝儀で。ゃいけないですよね。うん。ね。で、相場多分今も3万だと思うんですけど、はい。友達のものは。うん。当時も3万で、えっと、
で、私とかお金がなかったんですね、そんなに。うん。で、最初結婚式するのやめようかなと思ったら、うちの親が、うん。その、結婚したってみんなに報告するのは大事だって言ったんです。はいはいはい。で、みんなの前で結婚したっていうことで、この別れにくくなるじゃないですか。あ、なるほど。多分そういうことだと思うんですけど。あ、なるほど。うん。ただまあ本当に当時はい。20何年前は、うん。やっぱ結婚式をするのが多分普通だったんですよね。ああ、そうですね。そう。で、ただなんかそういうホテルで普通の結婚式するのもなと思って、うん。レストランを借りまして、うん。そこで、一人いくらってお金決めてあって、うん。そのレストランの代金ですね、結はい局は。はいはい。はい。それで、えっと、みんなの前で、人前式って言うんですけど、はい。人の前の式って書いて、うん。あの、みんなの前で結婚しましたっていうものですね。あの、じゃあ、結婚式ではないえっと、んですか？一応どうなんだ。結婚式なんです。うん。例えば、キリスト教みたいな教会でやるのあるじゃないうん。ですか。はいはい。あれとか、あと神社でやるうん。神式神社はいでやはいはい。るやつがあるじゃないですか。そういうのと同じパターンみたいな感じで人前式って言っああ、なるほど。じゃあ、そて、れ結婚式の種類の一つまあ言っみたい。てみればそうだあと思います。あ、なはい。るほど。はい。へで、え、うん。で、そこでだから、結婚しますって言って、なんかサインうん。とかして、ああ、はい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 。はいはい。で、みんなへでご飯食べて終わりえ。っていう式だったです。ああ、なるほど。結婚うん。して、結婚式はい。をしてよかったですか？その人前式をまあ、して。今思えば、うん。はい。うん。良かったと思います。うん。あんまりちゃんと覚えてないんですけど、ああ、そうなんですか。そうなんですよ。うん。うん。まあ、一応、しなかったら多分親ががっかりしたかなとは思うんですああ、ね。なるほど、なるほど。はい。そっか、面白い。日本ではそうですね。なんかうん。結婚式って自分のためじゃなくて、はい。親のためとか、友達のためとか、誰かのたはい。めにあげる人が結構いますよね。うん。結構、やっうん。ぱ、親が、それぐらいちゃんとあげなさいとかいううん、親とかも多いのかもしれないそうですね。なって思いますね。どうなんだろう。アメリカとかヨーロッパだったら、なんか自分があげたいからとかうん。何ですか？な気がするけど、はい。な気がします。そんな気がします。はい。今うん。も日本は結構そうなってきたみたいで、結婚式挙げる人が20代だと確かね、30%ぐらい。うーん。なんかそんなに少ないんだって私はびっくりしたんですけど、うん。結婚式をしない人がやうん。っぱり増えているみたいですね。まあ、そう、わかりますけどね。しないうん。理由も。うわかりん。ます。で、あとやっぱお金もかうん。かります高いし、ですからね。ねうえ。うん。ん。え、結婚指輪はどうですか？あ、結婚指輪買いましたね。えー、買ってないですか？一応、まあ、あるんですけど、はい。最初は結婚指輪はいらないよねっていう話になりました。はい。そう、だから、最初は僕も妻も結婚指輪ははい。欲しくないってお互いお言ってお、ましたね。それはなぜですか？いや、だって結婚指輪は何のためにつけるのかがわからなかったです。そう。相手なんか、を縛るためみたいな風に思いましたか？いや、なんか、なくてもいいかなって、うんシンプルにうんうん。うん。思って、妻も、別になくてもいいかなって思って、うん。もう、じゃあいらないねってなりまじゃあ、したね。買ってないですか？でも買ったんですよ。あ、どうしたんですか？そう、なんか、まあ、結婚指輪ってはい。結構高いじゃないですか。婚約指輪とか結婚指輪。婚約指輪はすごい高かっ高いかな。たんですけど、結結婚指輪は婚指輪はそうで普通か。もない。あ、でも高いですけどね。まあ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 、そうですね。うん。ただ、結婚指輪を買うならはい。旅行に行きたい。
なるほど。うん。うんうんうん。旅行で思い出を作りたいっていうのがはい。僕たちの考え方はい。いいだったですね。から、うん。そう。だから、えーそう、まあ、買わないでもいいかなって話だったんですけど、うん。そう。でも買いました。いなぜですか？ や、これは本当に多分、親のためはい。と、あと、時々出かける時のため。えっと、どういう意味ですか？えっとね、なんだろ二人でデートに行く時とか、はい。あと、親に会う時とかはい。だけつけるようにしてます。えっと、親はうん。結婚指輪をしてないと、なんでしてないんだってなるってことですか？ うん、ならないけど、なんかいいじゃないですか。そうですね。まあ、そう。うん。まあ、親としてはしてた方うん、がちょっと安心する気がかします。な、多分。はい。なんか、そう。ええ、でも、そう、もう毎日つけてないです。うん。もう本当に1ヶ月に1回つけるかな、つけないかな、ぐらい。ああ、なるほど。本当に。うん。だ二からま人であ、はい。出かけるときつける理由は何ですか？時々、よし、デートに行こうとあ、か、ちょっとおしゃれ夫婦なバーに、ごっこしようみたいな。そう、おしゃれなバーに行こうみたいな感じで、ね、ちょっとドレスアップしようみたいな感じとはい。似てるかもしれませんね。ああ、面でもそれ白いだけです。ですね。はい。だからうん。指輪はあまり、僕はあまり価値を感じていないなるほど。から、うん。僕たちはあまり価値を感じていないから、うん。まあ、本当に安い指輪うん。を買ったんですけど、だはい。から、いい指輪は買いませんでしたね。なるほど。うん。そう。じゃあ、そこは結構買う人が多い気がしますね。日あ、日本本ではそうではね。すね。多分。うん。じゃうん。あ、あと、今、しゅんさんの周りははい。結婚してる人多いですか？それともしてない人も結構多いですか？周り、日本人の地元の友達は、はい。半分け、半分は結構、うん。若い時に結婚している人がああ、結構いて、はい。半分はまだ全然結婚してない。今もまだうん全然結婚していうんうん。ない人もが半分あ、います。そうなんですだからか。本当に、分かれてますね。うん。20代前半から、あの、26歳ぐらいまでうんうんうん。に結婚してる友達と、はい。もうまあ、してない30、人はし35ない。ぐらいまでなってもまだ結婚してない人、うん。分かれてますね。なるほど。うん。そういう、今してない人はもうこのまま、しないでいいよっていう感じですか？僕の友達は結構したいっていう人があ、多いんですけど、みんなしてる年齢だから。多分してる年齢だし、まあ将来子供も欲しいし、みたいなはい。人は結構いるんですけど、なんかうん。最近になって、はい。もういいかな、なんか諦めてる人が結構最近いますね。あなんか一人暮らし結構楽だし、ままあ結婚しなかったら、あ、うまあん。一人で自由に暮らそうかな、みたいなう考えの人ん。も最近いますね。でも、うん。わかる気がします。うん。あの、年を取れば取るほど、やっぱり今の生活をうん。変えるっていうのがめんどくさくなりますよね。体力いりますしね。いりますよね。ね。はい。ましてや、誰かと暮らすとかっうて、ん。やっぱ大変じゃないですか。確かに体力いりますね。うん。うん。そう、すごい好きな人と一緒に暮らすんでも、自分一人の時とはやっぱ違うじゃないですか。そうですね。ね。うん。ましてや、あんまり好きかどうかわかんない人となって暮らすとなると大変ですね。そうですね。なんか本当に、やっぱ、本当に結婚したいけど、うん。もう今年を取ってきて、なんか、はい。あまりいい人がいないとうか、ん。いいマッチがないとか、うん。なんか友達も、いや、もう結構妥協しなきゃなって言ってます。ああ、なるほど。そう。難しいですよね。うですよん。ね。そうですね。うでも僕の場ん。合は、国際結婚なので、はい。ちょっと違いますけどね。いうんろいろ。うんうん。うん。
じゃあ本当にその国際結婚で、やっぱり、なんだろう、それぞれの家族が結婚に求めるものみたいのは違ったりとかはしなかったですか？それぞれの家族、妻の家族とはい。僕の家族。あ、それはわからない。わかりまあせんね。うん。なんあ、か、も多分、うん。僕の家族はできれば日本人だと思っていたかもしれないけど、うん。まあでも、まあ関係ないですよね、それは。うん。それうん。はね、うん。それはそう。親は気にしなくそうていいと思いまそれ、す。それは僕はもう言っうん。てましたよ。親にも。はい。うもう、ん。僕の人生だから、それそうでは。うすね。ん。私、親としてそこははい。やっぱり子供がね、うん。誰と結婚したいと言おうとも、それはもうその子の人生だから、そう、親が反対するっていうのはしてはいけないことだとああ、思ってます。そうですね。まあでうも反ん。対はされなかったけど、多分うん。うん。心の中で日うん。本人だったら一番いいんだけどなって思っていたと思うんですけど、はい。僕が付き合っていたうん。女性もはい。みんなずっと外国人だったので、もう途中で諦めてましたよ、多分。あ、なるほはい。ど。あ、もう常に外国の人と付き合ってたんですか？そうですね。一人も外国人。日本人の彼女がいたことはないですいや、か？でも、ほとんどいないですね。はあ、ずっと外は国人だったんで。あ、へうえ、面白いん。ですね。そうなんですよ。だからもう家族も、もう多うん。分分かっていたと思います。だかそうら、ですね。まあ、その元カノとかで、ちょっうん。と家族が準備する時間があったので、うん。うん、今の妻と結婚するときはもう何も、うん。もう全然驚かないで。うん。うん。まあ、でも、関係はめっちゃいいです。もはい。う、うん。あと、むしろ結婚したことを喜んでたとかないですあ、か？めっちゃ喜んでましたよ。ねうん。え。だって喜ん最初のでました。話だと結婚しなくてもいいかって言ってたから、そうなんですよ。だから親としては多分、ああ、結婚しないんだろうなって思ってたと思うんですああ、そよ。うです、そうです、そうです、そうです、多分。うん。そしたら結婚するって言うから、うん。あらみたいな。はい、喜んでいたと思いますね。う多分。ん。そう。うん。まあでも、思ったより、国際結婚をしても、はい。あのあまりカルチャーショックとかはい。ない、うないんん。ですよね。んそ何もそんなことするのみたいのはない。う。ないんですよね。そうう。だからもっとん。思ってたんですけど、はい。ただ、普通の日本人、多分はい。本当に外国に行ったことがない日本人がうん。同じ経験をしたら、多分ずっとカルチャーショックだと思います。それは。あうんあ、例えば僕の中、どんなところ、だからもう、なんだろうな、例えば、うん、なんかありますか？例えば向こうの家族はい。と過ごしているとき、うん。チリだと本当に息子みたいに扱ってくれるんですよ。はい。どんな感じなんですか？まず息子って呼ばれます。あ、名前じゃなくて息子って呼ぶんですか？息子って呼ばれますね。へえ。そう、息子って呼ばれるし、ちょっと待ってください。娘を呼ぶときは娘って呼ぶんですか？はい。あ、名前じゃないんですか？名前でも、なんかいろんな呼び方があって、娘って呼んだり、へえ。名前で呼んだり、へえ、面白い。僕も名前で呼ばれたり、息子って呼ばうん。れたり、うんうんうん。って呼ばれるし、あとはもう、距離感とか接し方が、はい。その他の家族と接するときと全く同じ接し方。うん。うん。で、家族のつながりがめっちゃ強い。はい。で、南米だと、なんだろう、家族と家族の関係って結構仲がいい友達の関係みたいなんですよ。ほ日本だと家族は、例えば、なんだろう、家族との関係、う。うん。友達との関係、うん。カップルの関係って全部ちょっと違うじゃないですか。わかりますか？なんか、うん。なん家か、族といる時の自分、はい。友達といる時の自分、あ、違う。息子といる時の自分って全部違うじゃないですか。はい。南米では、その家族といる時の自分と、その他の友達といる時の自分って同じなんですよ。だから、家族といる時も友達とイエーイってやってる感じ。で、家族とイエーイってやってる。家族とイエーイってやりながら、本当に友達というような、うん。なんか、冗談とかもはい。家族の中でも言うし、はい。でも友達とワイワイやる、パーティーやるような感じで家族と
パーティーするんで、踊ったり歌ったり、もちへろん。え。そう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 。じゃあ楽しそうですね。そうですね。だから本当に人によると思うんですけど、うんうんう普ん。通の日本人が行ったら疲れると思う。絶対疲れると思う。あ、疲れる。普通の人ね、もう人によ、本当に人の性格とか人によると思うんですけど、はい。僕は大好きだからうん。落ち着くんですよ。なるほど。もっと落ち着くし、そう。じゃあ逆に日本はこう静かすぎるいや、みたいな。静かすぎないけど、やっぱもっと気を使いますね。僕も。そうですよね。あ、僕が、誰に自分僕がの両ご両親。親に、自分の例えば両親に。僕が妻と両親の家にいるときとかは、いろいろ気を使いますね、ちょっと。妻大丈夫かな、うん。両親はコミュニケーションうん。大丈夫かなとか、いろいろうんうちょっとんうん。気使うことはあるけど、はい。僕が南米の妻の家族と会ってるときは何も気にしないですね。一番、一番、のんびりして、へえ。何にも気使わないじゃあもう、感じ。その国素ですね。民的に気を使わない感じまあ、なんでしょうか、それもある。みんな。はい、そうですね。そう、だからうん。僕は生活しやすいというか、うああ。ん。だから今、妻の家族との関係はめっちゃいいなって思ってます。僕は。うん、うん、うん、うん。うん。はい。あ、それは何よりです。そう。そう。だから、もう全然カルチャーショックとか、うん、まあ僕は感じていない。うん、うん、うん。うん。ですね。他の人だったら感じるかもしれないとけれど。思います。多分。うん。あ、うん。ちなみに奥さんは今日本に住んでいて、そうです。こう、カルチャーショックとかはありますか？ああ、日本に住んでいてカルチャーショックはありうん。ますね。いろいろ。例えば、どんなことにショック、びっくりするもんなんですか？なんだろう、多分、これ見てる皆さんがうん。思っていることと同じかな。例えば、でも結構小さいことですけど、はい。その日本の接客がすごい細かいこあととか、あ、はい。日本で買い物をしたときに、お店の外まで店ああ、員さん来て、がついてきてくれこんな、て、はい。僕たちが見えなくなるまでずっとお辞儀してるじゃないですか。はい。とうん、こもそれはカルあります。チャーショックだったみたいはあ、ですね。うん。確かに。まあでも、はい。数えれば本当にね、うん、小さいことだったら多分たくさんありうます。ん。そんな感じの。はい。でも楽うん。しく過ごしてらっしゃいますうん。か、日本はいはで？いはいはい。まあ日本のやっぱああ、り日本人のうん。優しさ、はい。安全さ、うん。うん、とか、まあ、清潔さ、日本のはい。街の。綺麗ですよそね。う。うん。やっぱ、それがあるから住みやすいって言ってますね。ああ、それは良かったですね。うん。じゃあ、そてっしゅんさんのご両親としては日本に住んでってくれるから嬉しいんじゃないですか？う。そうですね。ううん、で、僕ん。も、僕もちょっと、もう今は日本に住みたいと思ってるんで、うん、今後もですか？うん、日本に住みたい。あ、もう日本ずっとにいたいです。日本はい。で。あ、ベースは日本にいたい。旅行はしあます。あ、はそう、い。まだまだ旅行。そうですね。旅行はもうずっとしますけど、うん。ベースは日本がいいなって思ってますね。なるほど。そう、住みたい国は日本。うん。はい。私もですとかそう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 。私あんまり外国に住んでそないですう。が。僕はまあもうん。うだから前まではどこに住もうかな。世界は広いなっていう考え方で、はい。いろいろな国にまあいろいろな国にうん。住んだんですけど、はい。もうやっぱり日本が一番住みやすい。僕にとって。それはどうしてですか？でも、あの、安全で、安全ですよやっぱ日本ね。人だから食べ物はい。は美味しくて、うん。安くて、はい。便利って言いましたっけ？まだ言ってないです。便利。うん。便利。やっぱコンビニとかね、はい。便利だし、あと、私結構日本語が通じるはい。日本は。うん。それが楽でいいなって思まあうんで確かに。すよね。日本語母語話者としうてはね。ん。うん。まあね、税金とか、病院とか、うん。税務署に行ったり、病院に行ったりするとうん。きに、日本語うん。だと安心ですね。うん。うあ、しゅんん。さんはそっか、もう、あれですか、チリでも言葉は全然問題なく話せてる？いや、簡単なコミュニケーションは大丈夫はい。だと思います。スーパーに行って、うん。の会話とか、家族とのはい。簡単な会話とかは大丈夫なんですけど、いや、まだまだですね。
税務署とかに行くとああ、それはもう絶大変。対無理ですね。絶対でき税務ないですね。署は難しそうですうん。ね。うん。そはい。う。うん、そうですね。わかりました。はい。じゃあ、そろそろあれなので、最後に、はいはい。しゅんさんの、今9月にやるという噂の筋肉のブートキャンプについてお話を聞いてもいいですか？いや、もう本当にね、ふみさうん。んに、ありがとうございます。はい。なんか、全然宣伝しなくてもいいですよって言ったのに、うん。私がふみさんが。無理やり言わせてるんですよ。ありがとうございます。なんかそう、今ね、結構よくはい。ブートキャンプを作ってるんですけど、もういろいろなブートキャンプをやってきて、次のブートキャンプが筋トレのブートキャンプなんですよ。すごいですね。そう。で、想像がつかうんないんですけど、どうはい。いうやつなんですか？筋トレをうんやりながら日はいはい。本語を勉強するんですか？簡単に言ったら、そうはい。ですね。はい。うん。よくわそう。からないんですだから、けど。あのーうん。多分皆さん筋トレしますよね。きっとしままあ、すよね。してなくても多分したいですよね。した筋トレしいです。て、ね、健康になりたい。あとうん。は、ね、いい体、かっこいい体うん。作りたいってうん。思っている人がほとんどだと思うんですけど、あのそう、日本語と筋トレ、うん。フィットネスをミックスして作ってみました。なんか、僕、あのジムに行ってはい。トレーニングしてるんですけど、うん。感じてるのが、めっちゃ時間取られるんですよ。あ時間がかかあ、る。はい。ジムに行って、筋トレして、はい。ジムから帰って、疲れてるじゃないですか。で、シャワーはい。浴びて、で、仕事をすると、うん。すごい時間がかかる。そう、だから、それを一緒にした一緒ら、に。そう、一日のもっと自由な時間を、例えば、ね、奥ああ、さんと一緒に過ごしたり、テレビはい。見てのんびりしたり、お酒飲んだりする時間に使えるかなと思って作りました。そう。で、そう、ブートキャンプの中では、うん。自重トレーニングって言って、はい。そう、ダンベルとかバーベルを使わないではい。トレーニングをします。自分の体だけってことですか？そう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 、体だほう。け。ほう。体だけでトレーニングができるメはい。ニューを作りました。で、もちろんそれは全部日本語でするんですけど、おう。日本、そのエクササイズとエクササイズの間にインターバルがあって、大抵、3分から5分取った方がいいんうん。ですけど、その3分から5分の間に勉強できる、あの、リスニングうん。の、え勉強できるポッドキャスト、簡単なシャドーイングもはい。できるのを作りました。はい。なので、多分、い一つの1日30分から45分ぐらいで終わります。うん。でも、その30分から45分で筋トレと日本語の勉強が終わるから、はい。だから、ね、こういうのは一めっ石二鳥っちゃいい。て言うん一ですね。石二鳥。一石二鳥。ね、タイへムパフォーえ。マンス、はい。めっちゃいいですよね。すごいですね。そう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 。っていうブートキャンプを作った、ちょっと楽しいブートキャンプを作ったので、はい。じゃあぜよかったらひ皆さん。皆さん、うん。チェックしてみてください。女性も大丈夫ですか？もう、女性も大丈夫です。うんうんうん。そう。で、僕、ジムの、はい。マシーンとか、ダンベル使って筋はい。トレしてるんですけど、はい。僕もそのブートキャンプをやったんですけど、うん。筋肉痛になりました。ああ、そう。筋肉痛になったので、多分、はい、めっちゃいいと思います。なんか、ジうん。ムに行ってる人もいいと思うし、そう、これから運動を始めたい人も、うん。うん、いいと思いますね。じゃあ、日本語のレベルはどれくらいですか？おお、ありがとうございます。日はい。本語のレベルは N5 から うん。N3 まで大丈夫うんうです。んうん。で、その筋トレの動画、筋はい。トレの説明の動画は日本語と英語があるので、うん。N5 から N3 だったら大丈夫だと思います。はい。はい。心配だったら質問してもらえれば大丈夫はい。ですね。
そうですね。はい。はいありがとうございます。ぜひうんチェックしてみてください。楽しそう。はい。じゃあ、楽しゅんさん、しいブートキャンプ。はい。あ、ごめんなさい。じゃあ、しゅんさん、今日はありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。なんか最後に宣伝まであ、いえいえ。させてもらって。はい。ありがまた、とうございます、ふみさん。機会まがありましたら。たいろいろ、ね、ぜひいろいろ話して、また僕もふみさんの家に遊びに行くかもしれないのあ、甲府にね、で、ね、こういうふうにね、ぜひ来てください。はい。ぜひぜひありがとうございました。ありがとうございました。はいじゃあまた。はい、皆さ失礼しまん、すバイバーイ。